どうも、ベトナム在住の内木です。今日はね、ちょっと友達のところに来てるんですけども、 CD50 エンジンをね回収しに来ました。今日ね回収するエンジンはこいつです。もうね外して置いてあるんですよ。なんで家に持って帰って洗浄してからねばらします。バイク自身はねなんかほこりかぶってすごいことになっちゃってます。これねエンジン持ち帰りました。このキャブレターはねちょっともうなんかひどいことにはなってるんですが、一応ビニール袋かけてね、まずはエンジン水洗いします。で、あとはマフラーの穴もビニール袋ね入れておきます。まずはこれでね水洗いだな。ちょっと電装系はねこんなになってるけども、電装系というかジェネレーターですね。もうここにね水をかけてしまいます。これ汚れがひどいんでね、もう思い切って水洗いです。無理やりね水洗いしたんで、錆びる前にエアガンでね空気吹き飛ばします。エンジンね乾かしました。ちょっと近所でねカラオケ始まってますけどね、このキャブレターはこのまんままず取っちゃおう。いや、何気にしたかっていうとね、強引に水洗いしたんで中に水が入っちゃってないかね気にして、ちょっとね、今日はこのヘッド周りだけね取ろうと思ってるんですが、そういえばこのエンジンのこと説明してませんでしたね。これね何が起こってるかっていうと、要はオイル漏れしてるんですよ。でまあもう映ってるかな、割れてこっちは溶接して、要は割れたのを溶接してるんですけどね、前にCL50 で、経験したんですけども、まあこれも溶接でね直してもらおうかなと思ってます。こっちもクラック入ってるしね、ちょっとねいろいろ程度は悪そうです。それとうまく映んないかな、今度またお見せしますけど、これは 6V のポイント転換をね強引に、CDI 転換に変えてるんで、そういう意味もあってね、この中が、要はクランクが6V のポイント転換のやつなのか、それともね 12V のに変わってるのかをね、このヘッドを開けてね見ておきたいんですよ。一応緩むね。ってことはこっち側から開けていこう。よいしょと。後悔。
液体ガスチェット塗ってんのかなこれは。でこいつはどっちだろうな。8ミリ9ミリ8ミリは入らないから9ミリですね。ベトナムでねいろいろといじられてると9ミリになってること9ミリじゃないや8ミリなことが多いんだけども、少なくともこれが9ミリってことはそんなにいじり倒されてはないのかな。これで頭開けれるんかい。こいつは抜いていいのかも。開けちゃおう。あらこれ使った方がいいね。さあこれで開くよね。開いたね。ここに随分叩いた跡あるな。でなんでこんな硬いオッケーやね。あやっぱりちょっと無理やりね水払いしたから水入ってましたね。下から入ったのかい。ここに水入っちゃってる。まあやっぱり今開けといてよかったね。これもだ。なんだ液体ガスチェット塗ってますね。でちょっと何を見たかったかというとピストンだけど、こいつはどっちなんだろうな。6ボルト12ボルトこれで見てもわかんないけど、まあまあ水が入ったのをねなんていうの錆びる前に取り外せたんでこれで OK かな。とりあえずこっちの中には水入ってないんじゃないのかな。まあまあちょっとねこっち開けるのはまた後日やっていきます。だからちょっとね今日はこれで終わりにして、ちょっとね、濡れたとこだけ拭き取っておきます。なんで今日はここまで。それではまた。今ねそれではまたって言って終わらしたんですが、ここカム見たらね、このカムベアリングがないやつはこれ6ボルトのポイント転換のカムですね。だからシリンダーヘッドもねピストンも全部6ボルこれは私が割った？違うよね。最初から割れてたんじゃないのかな。ああもう汚れ入ってるもんねまあまあうわーって終わらせておきながらあれだけど、これネジ穴修正入ってるな多分。まあまあいいや、ちょっとカラオケがね随分うるさくなってきたんでこれで終わります。2回目ですけど、それではまた。